皆さんこんにちは、乃木坂です。今回はこちらのようにリアルな髪の毛の描き方を解説します。髪の毛は顔のパーツなどと比べると複雑に見えて、どうやって描いたらいいかわからずに苦手意識を持っている方も多いと思います。髪の毛の難易度は様々で、この辺りのように立体感がなくてペタッとした感じのものはそこまで難しくはないです。反対にサラサラの髪が不規則に跳ねて立体感があるものや、さらに光が当たって白くなっていたりすると非常に難易度が高いです。この部分をどうやって描くかなんですけど、僕自身長い間試行錯誤を繰り返した結果、こちらの電動消しゴムを使うやり方にたどり着きました。個人的にはこのやり方が最も写真に近い髪の毛を表現できる気がします。今回はこの電動消しゴムを使ったやり方で、初心者向けに基礎的な部分から実際に髪の毛を描きながら解説をしていきます。この動画ではこちらの白石麻衣さんの髪の毛を描いていきます。髪以外の部分はすでに描いた絵を準備しました。この髪の毛の部分を描いていきます。ではここでまず簡単にこれからの解説の流れをご説明します。まず塩画材をご紹介します。次に丸2で鉛筆を持つ以前にですね、絶対に押さえておいてほしいめちゃくちゃ重要なポイントをご説明します。それを踏まえて丸3で実際に描いていきます。ここで大まかな流れなんですけど、まず鉛筆で黒く塗ります。次に丸4で光が当たって明るくなっているこのハイライトと呼ばれる部分を消しゴムで消していきます。つまり大きく分けると塗りの部分と消す部分に分かれます。今回髪の毛の描き方の解説動画をパート1とパート2に分けました。今皆さんがご覧になっているパート1では主に全体的なコツや塗りの内容を説明して、パート2で電動消しゴムを使って消しながら格段に立体感を出していきます。それでは早速僕が普段髪を描くのに使用している画材をご紹介します。使用画材は大きく分けてこちらの5種類です。まずケント紙についてなんですけど、エスケント株式会社のピュアケントを使用しています。非常に目が細かいのが特徴で滑らかに描ける非常におすすめの紙です。次に鉛筆ですが、メーカーは何でもいいです。濃さについては描きたい髪の毛が黒髪か金髪かによって全然変わってくるんですけど、一般的な茶髪か黒髪を描く場合はだいたい HB から 10B くらいを使ってます。きっちり全種類揃える必要はないですが、ポイントは薄いものから濃いものまで広く揃えるのがいいと思います。ここでメーカーは何でもいいですって言ったんですけど、ステッドラーブラックっていう鉛筆があるんですよ。これは木炭系の鉛筆で非常に濃く塗れて全然光を反射しないです。以前は僕もこれを使っていたんですけど、欠点としてこちらの黒鉛系の鉛筆と全く馴染まないのと、あと非常に描いた感じがガサガサして滑らかに塗ることができません。好みの問題ではありますが、このガサガサっていうのはリアルさを追求する上で適してないので、あまりお勧めはしないです。次に、セーム革というものを使います。これは鹿の皮でできた布で、滑らかにぼかすのには欠かせません。こいつがめちゃくちゃ有能なので、僕はティッシュや擦筆、綿棒などの一般的なぼかしの道具は一切使いません。セーム革を持ってないという方は、ティッシュなどで代用してください。セム革を使った滑らかにぼかすテクニックについてはこちらの動画で詳しく解説していますので、よかったら見てください。次にハイライトの部分を描くための道具はこちらの極細消しゴムと電動消しゴムです。道具のメーカーや使い方はパート2で詳しく解説します。実際に描いていく前に写実的な髪の毛を描くための非常に重要なポイントを解説します。そもそも写真っぽくない絵と逆に写真のように見える絵では何が違うのかという部分を踏まえて見ていきましょう。ここで皆さん、写真っぽく見えない原因は何だと思いますか？原因はこちらのように様々で、人それぞれだと思います。ただその中でも個人的な経験で一番重要だと感じるのが濃さの問題です。具体的に解説します。こちらの絵は僕が3年ほど前に描いた絵なんですけど、明らかに絵のような感じがありますよね。次にこちらの絵は最近描いたもので、左の絵に比べると写真に近いですね。まず圧倒的に違うのは濃さです。右の絵の方が濃いですね。この濃く塗るというのが髪の毛に限らず写実的に表現する上で非常に重要なポイントです。試しに画像編集ソフトで髪の毛を中心に濃くしてみましょう。まず全体的に濃くして、次に髪の毛を中心にさらに濃くしてみます。はい。比べてみるとこんな感じですね。一気に雰囲気が変わりました。皆さんの中でご自身で描かれた絵と写真を見比べて絵の方が薄いと感じる方は、使用している鉛筆の濃さを濃いものに変更してみたり、塗る強さを少し強くしてみてください。濃さの上限値を上げるだけで一気にリアルになります。では次に濃さの下限値、つまり最も薄い部分はどうでしょうか？
この加減値についても非常に気づきにくい点があるので、ポイントをお話しします。まず、鉛筆で出せる色には幅がありますよね。当たり前です。真っ白から真っ黒までしか表現できません。この幅の中で0から5まで計6段階に分けてみます。次にこれから描くこちらの髪の毛で最も薄い部分はどこでしょうか？この辺りですかね。皆さんだったらこの最も薄い部分をどの濃さで塗りますか？昔の僕だったら迷わず0か1の濃さを中心に塗ってました。本当に0か1で塗って良いのか確認してみましょう。まず最も薄い部分の色を抽出します。するとどうでしょうか？意外と濃いと感じませんか？最低でも2以上の濃さはありますね。つまり何が言いたいのかと言いますと、今回の写真の場合、塗らなくていい箇所なんて1箇所たりともないわけです。先ほど濃さの上限値を上げるように言いましたが、同様に下限値の濃さについても上げるのがポイントです。上限値だけ上げるのではなく、濃さの比率を保ったまま、その幅を全体的に上げるというイメージですね。2つ目のポイントは、髪の毛を束で描くのではなく、なるべく1本ずつ描くことです。これは難しそうに見えるんですけど、意外と簡単です。その他にも、ところどころに髪の毛の影を描いて、アクセントをつける、つまりコントラストをつけることです。これらはパート2で詳しく解説します。特にパート1では今お伝えした濃さを意識しながら見てください。それでは実際に描いていきます。まずは薄く下書きをして大まかに構図を決めます。使用する鉛筆の濃さは何でもいいです。この段階ではそんなに難しいことはやってません。初心者の方でも十分に分かっていただけると思います。というわけで20倍速でお送りしていきます。もしこの段階でうまく形が取れないなど難しく感じるようであれば、丸々トレースするといいと思います。どれだけ線を描き加えるかについてなんですけど、これは本当に描く人次第ですね。ただ慣れないうちは下書きの時点でなるべく多くの線を描いておくと、この後の塗りの作業で迷いがなくなります。髪の流れとか跳ね具合とかは結構アバウトで大丈夫です。多少その部分が違っていたとしても、リアルかどうかにはあまり影響を与えることはないので、ただし下書きをする上で絶対に注意しなければいけない点を挙げるとすると、髪の輪郭です。輪郭というのは背景との境目の部分で、特に後頭部と頭頂部付近です。なんでかというと、そこを下書きの時点で間違えてずれて描いてしまうと、頭の大きさが変わってしまうんですよ。そうすると本人と似ているかどうかという致命的な問題になってきます。大きなブロックや束に分けて描きます。今回だとこんな感じですね。あとは立体感を意識してください。基本的に奥の部分ほど影ができて濃くなっているので、今回だとこの部分とか影ができてます。紙は単調な作業の繰り返しで、ついどの部分を描いているかわからなくなるので、目印となる部分を決めながら書き写していきます。例えばここに黒い溝があるなとか、あとここに白い空間があるなとかっていうのを目印をつけながら書いていきます。はい、下書きができました。では次にしっかりと塗っていきます。ここからが本番です。このしっかりと塗ることが紙を描く上での主な作業となります。まずはほとんど真っ黒のこちらの部分から塗っていきます。使う鉛筆はだいたい 7B から 10B ぐらいの幅です。こんな感じでかなり力を入れて塗ってます。筆圧はもうほとんどマックスに近いです。当たり前なんですけど、紙の流れと平行になるように鉛筆を動かしていきます。写真をよく見ると、ここに光が当たって明るい紙が何本か見えてますよね。この真っ黒の中に浮き上がっているハイライトの部分は電動消しゴムで後から描きますので、この今の時点で黒く塗る段階ではそこまで気にしなくて大丈夫です。ここからかなり地味な作業が続きます。はい、顔のパーツとかと比べると特に髪の毛は地味ですね。ざっくりとした目測ですが、完成までに最低6時間以上はかかりそうです。皆さんに最も描き方を理解してもらおうと思ったら、6時間分の作業を全部見てもらえば一番いいんですけど、さすがに効率が悪すぎるので、要所要所で音声の解説を挟みながらスキップしていこうと思います。作画過程をしっかり全部見たいという方のために、一部指示を撮影した動画も用意しました。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、
動画の一部始終を見て、さらに細かくテクニックを学びたいという方は、ぜひこちらの動画も見てみてください。この繰り返しの作業中も、少しでも有意義な時間にしていただくために、鉛筆画のコツとか、普段僕がどの辺に注意しながら描いているかとか、どんなことを意識しながら描いているとか、などなど、心の声を実際に口に出しながら描いていこうと思います。続いて背景と近い後頭部付近を塗っていきます。ここでよく写真を観察してみてください。皆さんお気づきでしょうか？ピントがずれて背景近くの部分がボケていますよね。このピンボケを忠実に再現することで、平面に描かれているはずの絵に立体感が一気に出てきます。このぼかし方を簡単に説明します。まずはこちらの写真でいうとこの、背景と髪の毛の境界線を黒色で塗ります。はい、こんな感じですね。ただこれだと非常に線がくっきりしているのでピンボケになってないです。これからこの部分をぼかしていきます。2B ぐらいを使っていきます。この何もない真っ白な部分と黒色のくっきりした部分の境界線ですね。ここを少し薄めの 2B の鉛筆で軽くなぞっていきます。はい、次にこちらの部分を描いていきます。ここでこれまでと大きく2つのことが変わりました。写真を見てみましょう。まず1つ目なんですけど、色が急に薄くなってハイライトが加わりました。いわゆる天使の輪というやつですね。これはどうしたらいいかというと、答えは簡単です。使用している鉛筆を少し薄いものにしてください。今回は 2B から 6B ぐらいを使っていきます。これが1つ目の薄くなるという話でした。2つ目は、先ほどまでは比較的のっぺりと太い線だったと思うんですけど、言い換えると紙に一本一本の区別がなくて、全体的に大きなブロックになってました。しかしこの部分ではしっかりと細い線が際立ってますよね。どうやってこれを描くかと言いますと、まずは鉛筆を尖らせてください。まず濃いめの線でしっかりと細い線を少し間隔を空けながらくっきり描きます。その隙間を薄い色で塗っていく、隙間を埋めていくっていう感じです。実はこのハイライトの部分は後から電動消しゴムでも表現することができます。今の説明でちょっと何言ってるかわかんないっていう方はとりあえず聞き流してください。パート2で繰り返し解説します。次にこちらの耳付近の髪を描いていきます。ここで動画の一番最初に言った髪の毛同士が重なっている部分が出てきました。この髪の重なりは、僕自身もそうだったんですけど、多くの方がつまずく部分だと思います。髪が立体的に重なっていて、どうやって描いたらいいかわからなくなった時は、とにかく奥の部分から描くというのと、手前の髪の毛は一旦無視する、この2つがポイントです。重なっている手前の部分は後から電動消しゴムで描きます。こんな感じですね。ここで濃さについても思い出してください。奥の部分ほど濃いです。例外の部分もありますが、手前の髪ほど明るいです。次にイヤリング付近の立体的な部分も手前の細くて明るい毛は無視して奥の部分から描いていきます。手前の毛は無視するって言ったんですけど、例えばこちらの前髪の重なっている太い部分ですね。この部分は今描いてもらっても大丈夫です。逆にこの前髪の先端の跳ねている部分は無視します。何が違うかというと、この前髪の太い部分っていうのはあまり透けてないですよね。透けて奥の流れが違う髪の毛が透けてないので、今回はここを束で描いて大丈夫です。ただ先端は結構透けてて、奥側の髪の毛の全く流れがほぼ垂直に交わっているものが結構見えてますよね。こういう場合は無視します。これが違いですね。ここで注意点なんですけど、こちらの部分のように髪の毛の方向が違うところですね。ここは結構塗り残しが発生しやすいポイントです。なので、それが起こらないようにしっかりと
この際の部分ですね。高密度に塗ってやります。多少もクロスしてもいいので、しっかりと塗ってください。続いて下半分ですね。ここが一番難しい箇所なので、ちょっと気合を入れて描いていきます。ここも、このイヤリング付近の立体的な部分も手前の細くて明るい際無視して奥の部分から描いていきます。非常にごちゃごちゃしてますね。最もややこしいところで髪の毛が40くらいに重なっております。はい。かなり難しそうに見えるんですけど、電動消しゴムを使えばこの重なりも実は簡単に表現することができます。この複雑な部分でのポイントは、どの髪の毛がどうなっているのかをしっかりと描き分けることです。言い換えると、この髪の毛はあの髪の毛よりも手前にあって、かつあの髪の毛と違ってこっち方向に流れているみたいな感じです。太い束としてでいいので、しっかりと束同士を流れの方向と立体感で区別して描き分けてください。この流れの方向と立体感で描き分ける具体的な方法なんですけど、まず流れについて、これはもう鉛筆を動かす向きです。例えば、十字架のように直角にクロスした髪の毛を描きたいとします。その時に鉛筆を動かす向きを縦と横でしっかりと分けてください。それに加えて、少しハイライトも縦と横にそれぞれの束に加えてやることで、明確に向きを区別できます。次に立体感を出すには、もうこれは濃さの違いです。かなり奥の方にあれば濃く描いてください。一方でかなり手前にあるものは明るく描いてください。ではそれほど奥行きに違いがない場合は、影で立体感の違いを出します。髪が少しでも重なっていれば、だいたい奥側に手前側の髪の毛の影ができます。その影をしっかりと描いてください。これらのことに注意すると、複雑な髪の毛も今描いているようにどこがどうなっているか分かりやすいですよね。もう一つ大事なポイントです。この写真では手先が鎖骨付近や肩にかかってますよね。でも今の感じだと髪の毛がちょっと浮いて見えます。服の部分と全然馴染んでないですよね。なのでしっかりと髪の毛による影を服に描いてください。すると自然に見えます。すいません、大切なことをお伝えするのを忘れてたんですけど、ある程度の面積が濡れたらセーヌ川でこすってください。これをこすることによって非常に滑らかになって馴染みます。あとは髪の微妙な凹凸に黒鉛が入り込んでなくてザラザラしている部分もセーヌ川でこすることによって非常に滑らかになります。はい、これで左側が完成と言いたいんですけど、写真とよく見比べてみるとまだまだちょっと薄い部分が見えるので、さらに塗り足していきます。今回使うのは、10B ですね。10B を非常に尖らせて塗り足していきます。はい、これで一旦左側を完成とします。続いて右側を描いていきます。まず写真を見てみましょう。ここの境界線を境に上下で雰囲気が全然違いますね。境界線より下側の部分では真っ黒なので 10B を使ってほとんど筆圧マックスで塗ります。次に境界線より上の部分は細くて明るい髪の毛が一本一本目立っています。さっきも同じようなのがありましたね。おさらいですが、まずは濃くて細い線を間隔を空けて何本か描きます。これは尖らせた 7B あたりを使ってます。次にこの隙間を少し薄いもので塗っていきます。この隙間を塗るときに全部同じ濃さで塗るわけではないです。写真をよく見るとグラデーションになってますね。太陽は暗くて、そこから徐々に明るくなり、またすぐ暗くなってます。隙間を塗る際にこういったグラデーションを表現していきます。
背景との輪郭付近はピンボケしているので、先ほどと同じように少し薄い鉛筆で境界線が目立たなくなるまで塗っていきます。続いてこちらのピンボケしていて跳ねた紙の束を描いていきます。髪の毛って実際は細い線の集合体ですよね。なのでついつい線で描きたくなるんですけど、この部分は線で描くのではなくて、どちらかというとぼかした点をたくさん不規則に描くというイメージです。こんな感じで不規則に鉛筆を細かく動かしていきます。字を書くときみたいにシュッシュッと動かすのではなく、グリグリ動かす感じです。また全部同じ色で塗るのではなくて、ところどころに黒くて濃い線があるので、これも不規則に鉛筆を動かして書いていきます。ここでの注意点は、何も考えずに鉛筆を動かし続けていると、白い空間も全部塗ってしまうので、写真のようにあえて塗り残しをいくつか作ってください。次にこちらの部分もいくつか白い空間を作って、その境界線をぼかします。もし塗りつぶしてしまった場合や、塗った後から白い空間を作りたい場合は、練り消しゴムを尖らせて優しく消してやります。こちらも全く一緒ですね。非常に強いぼかしがかかっているので、鉛筆で描いた線が目立たないようにしっかりと輪郭をぼかします。ある程度塗れたらセーム革でこすってぼかします。はい、ようやく塗りの部分が完成しました。だいたいここまで4時間くらいです。写真と見比べてみます。最も重要なポイントは、しっかりと黒く塗れているか、塗り残しなく高密度に塗れているかでした。今回はどちらもできてそうですね。写真の方にはハイライトとして細くて明るい線がたくさん描かれていますが、今の段階では黒く塗りつぶしておいて大丈夫です。なので見た感じ、写真より少し黒く塗れているぐらいでちょうどいいです。その他のポイントをこちらにまとめておきます。今読まないので、もし見直したい方は後でこの画面を一時停止して確認してみてください。もしこの段階で難しすぎてできそうにない、あるいは何を言ってるかわからないという方は、とりあえずブロックごとに分けて、それぞれの部分を濃さの違う鉛筆でベタ塗りするだけでも大丈夫です。パート2で解説する内容でどうにでもなります。それではこの後のパート2で電動消しゴムを使って一気にリアルにしていきます。